第6章、夫婦関係。問い、夫婦の関係は死後永遠に続くか。趣味と能力。夫婦関係が永続すると否とは、全然趣味と能力とが均等に発達しているか否かにかかっている。もしも右の2つが揃っていれば、死後の夫婦は互いに手を携えて、向上の道をたどることができる。少なくとも我らの境外に見出される一対の男女は、趣味と能力とが一致しており、互いに助け合いつつ、進歩の階段を上昇することのできる人たちである。我らには霊的教育が全てである。したがって進歩のよすがとなるべき関係以外は、全然その存在を認められない。かのいたずらに地上生活を陰惨ならしめ、いたずらに魂の発達を阻害する人為的束縛は、肉体の消滅と同時に、跡形もなく断絶する。これに反して、魂と魂との一致によりて固く結ばれたる夫婦関係は、肉体の規範を出した暁において、さらに一層の強度を加える。二つの魂を包囲する愛の絆こそは、相互の発達を促す最大の刺激であり、したがって両者の関係は永遠に伝わってゆく。それは過去において、たまたま両者の間に関係があったためというよりも、むしろ永遠不滅の適合性が、両者の霊的教育に不可欠の要素として役立つからである。こうした場合にはもちろん地上の夫婦関係は永遠に続くと言える。少なくとも愛の生活か相互の利益である間は一緒に住んでいるが、ある時期に達して別れて住むことが望ましくなれば、彼らは何の未練もなしに各自の行くべき道をたどる。なんとなればこちらの世界では交通は物の数でなく、離れていても立派に相互の共応を伝えることができるからである。強いてこの法則を破ることは、いたずらに不幸の趣旨であり、進歩の敵である。霊界の規則は断じてこれを許さない。問い、夫婦というものは、精神的また道徳的には、必ずしも同一線上にいなくても、立派に愛し合っていられると思うが、愛する魂。無論、相互愛に満たされたる夫婦は、永久に別れてしまうことはできない。とかく人間の考えは、時間と空間とに拘束されているので、我らの住む世界の真相が腑に落ちがたいようである。愛する魂と魂とは、空間的にはいかに離れていても、実際においては、極めて親密に結合しているのである。我らには時間もなければ、また空間もない。無論、真の理想的な一致というのは、両者の知能までも、全然同一水平線上にある場合であるが、実際問題とすれば、それはほとんど不可能に近い。魂と魂とが愛情の絆で結ばれていれば、それで立派な夫婦であり、知能的には必ずしも同一程度であるを要しない。愛はいかなる距離をも結合する力がある。それは幼稚不完全なる地上生活においてすらしかりである。二人の兄弟が相互の間を幾千万里の海洋によりて隔てられ、幾年幾十年にわたりて、ただの一度も会見の機会なく、しかもその業務がすっかり相違しているにもかかわらず、彼らの間には立派に愛情が存在し得るではないか。夫婦となれば、その心情は一層不思議で、日頃自分を苛むばかり。優しい言葉一つかけてくれぬ自堕落の亭主を、心から愛する世話女房があちこちに発見される。無論死は直ちに彼女を奴隷的苦境から解放する。彼女の方では上昇し、これに反して夫の方では下降する。が、愛の絆はこれがために断絶することはない。同棲はしないが交通はする。距離は地上においてすら無視することができる。霊界にありてはそんなものは全然存在しない。表釈。説明の言葉は簡単だが、この一章は人生の問題に触れており、貴重なる教訓を我らに与うるものである。かの仏教の安価なる一連卓小説だの、キリスト教の一本上司な恋愛史上説だのは、わずかに真理の一部を掴んだに過ぎざる、甚だしく歪んだもので、到底今後の人類を率いるに足りない。これに比すれば、この章に説かれているところは、まさに天一の相違で、穏健、周到、着実。どこに一点の無理もごまかしもない。これが一般民衆によりて未読されるに至った時に、おそらく結婚に伴う幾多の病巣が除かれるであろう。